さあ今年も春がやってまいりました。ポポンそして春といえば、イースターですね。なわけないかまあいいや、今年もイースターの季節が近づいてきました。そして今日はイースターの話とイースターエガーの話をしたいと思います。君たちの季節だよ、なんのこっちゃってね。イースターという祝日ホリデーは、キリスト教のジーザスが復活する復活祭なんですけど、たくさん生まれる象徴のウサギイースターバニーが鶏の色とりどりの卵を隠して子供たちが探すっていうイベントがあります。その昔はカラフルにペイントした卵などを家中に隠していたんですけど、最近はこちらのプラスチック製の卵を売っているので、これにお菓子を詰めたりして家中に隠して子供が探してっていうイベントをやってます。誰も受け取ってくれないじゃん。あ、割れたそしてこちらのイースターエガーという種類は名前の通りイースターエッグのようなカラフルな卵を産むことでよく知られてます。じゃじゃん、このような青い卵が有名です。ですがピンクっぽい卵を産んだりちょっと紫っぽい卵を産んだりと、その茶色い色の上にかかったなんか卵を守ってくれるブルーム、この前卵がどうやってできるかっていう話をした時のそのブルームの色がニワトリによって違うんですけど、その青っぽいブルームが茶色い卵にかかると紫っぽくなるっていう奇跡的なことが発生して、そのようないろいろな色の卵ができます。どうしてこの青い卵ができるかっていう話なんですけど、イースターエガーっていうのはニワトリの種類って言ってるけど、どちらかというと種類ではなくニワトリのグループとかカテゴリーとかそういう呼び方をした方が正確だと思います。まずイースターエガーの作り方、なんか作り方って言ったらおかしいはいアメルカーナっていう種類がいて、それが青い卵を産む遺伝子を持ってます。それは何千年か前に偶然ニワトリに寄生したウイルスが卵の色を変える遺伝子を持ってて、なんかめっちゃ綺麗な蛾がついてるんだけど、どっか行っちゃったはい、数千年前に偶然ニワトリのご先祖様に寄生したウイルスが青い卵を産む卵が青くなる遺伝子を持ってて、それが偶然ニワトリの遺伝子を組み換えてしまって青い卵を産むようになりました。でそれを見つけた人間がなんとこれは面白いって言って濃い青い色の卵を産むニワトリばっかりを交配させて、で本当のその実際にウイルスが移って青い卵になってから人間がアメルカーナにたどり着くまでは実はどうなったか記載されてないんだけど、そういう種類がまずできました。でアメルカーナ自体はとても体が弱くて、であんまり個体数もいないので、どうにかこの青い卵が
もっとみんなに安く届けられないかって考えた人が研究した結果、この青い卵の遺伝子は結構強く出るから、青い卵を産む子と茶色い卵を産む子を掛け合わせるとほぼほぼ確実に青とか緑とかこういう青系の卵を産むっていうことが分かったので、そのアメリカーナと他の普通の岡崎おはんとか別に何でもいいんだけど、普通の茶色い卵を産む子と掛け合わせるといろんな色ができるっていうのが分かりました。だから本当だったら真っ青しか産まないアメリカーナと茶色を掛け合わせると本当に卵の色を混ぜたみたいな感じになって、緑とかピンクとか紫とかいろんな色が出るようになりましたとさ。でこの青い卵を産む鶏の種類とかなんとかいうのの話なんですけど、私が説明したアメリカーナっていうやつはもともとアメリカにいるこの今のイースターエガーに比較的見た目が近いほっぺたがモフモフで普通に尻尾がある鶏です。で日本で売ってるアーロカナっていうのは実は私も何なのか分かんないんだけど、本当のアーロカナは尻尾がありません。尻尾の羽が生えてくるドッグみたいなのすらないです。つるんです。なのでそれは全く別の種類だけど、ほっぺたがモフモフ尻尾がないで青い卵を産むっていうのがアメリカのアーロカナです。でアメリカに売ってるイースターエガーという種類はアメリカーナという名前でも売ってるんだけど、それは本当の名前じゃなくて誰かがアメリカーナっぽい名前をつけたらもっと高値で売れるんじゃないかって考えたただのビジネスの作戦です。なので全然ちゃんとした血統書じゃないけど高値で売られてたりするので気をつけましょう。で日本にいるアーロカナは多分イースターエガーなんだと思うんだけどちょっと分かりません。その辺いつ日本に渡ったんだろうね。チキンチャンネルさんの藤田さんのところにいるライちゃんはこの前、ミックスだっておっしゃってたので、多分アメリカにいるこのイースターエガーと似たようなもんだと思います。なので親が一緒でもこれはイースターエガーですよって言ってても全然模様が全部違うので、偶然ライちゃんは美しい青い羽を受け継いだラッキーだったんですね。おそらくアメリカにいるイースターエガーのほとんどはこのような意地悪ちゃんみたいなこのオレンジっぽい茶色、こっちのプロレスラーみたいなちょっといたつつかれた反動にカメラがぶつかりました。こちらのプロレスラーちゃん顔見えないんだけど、この薄い黄色っぽいオレンジとこちらのポピーツーさんみたいな濃いめの茶色の場合が多いです。そして稀にこの白っぽいイースターエガーの子もいます。うちにいる白っぽいのはここのスズメちゃんとお外にいるゆきんこちゃんだけです。そしてうちには唯一一つしかいないこの黒っぽいイースターエガーさん、ブラックタイガーさんです。綺麗だよね。一つしかいないんだよね。うちのイースターエガーは、4年前に適当に箱に入ってる売れ残りの20羽をガチャって全部箱に詰めて買っただけなので全然選んでないので、おそらくそのグループにいたのは8割方オレンジの子で 5% で白いのと黒いのがいたみたいな感じかなと思いますね。別の州とかで売ってる子だったら白いのが多かったりするのかな。ミックスだからそういう点ではいろんな色が存在するので、まだ見たことないイースターエガーがたくさんいると思います。こちらのブラックタイガーさんの卵はものすごく綺麗な形をしたオリーブ色の卵を産みます。なのでオリーブを作るには濃いめの茶色と、鮮やかな青が必要なので、おそらくその濃いめの茶色はあれだね、カッコマランズっていうのがいるんだけど、その子は白黒なのでそのような種類との合いの子なんじゃないかなと思います。
そしてうちに唯一いるイースターエガーのオンドリのそなたくんです。ぼーっとしてんの。とてもぼーっとしておじいちゃんみたいな動きをします。まだ4歳だよ。聞いてる？実はそなたくん、私が初めて買ったオンドリなんだけど、ひよことしてお店にいて、それで1回売れたのはいいんだけど、面取りとして買った飼い主が、オンドリだったら買えないって言って、オンドリっぽいからお店に返されちゃった子です。で、うちは別にオンドリでも面取りでもいいけど、青い卵が早く見たくて早とちりして買っちゃった子なんだけど、やっぱりオンドリでした。なので青い卵を見るのはそこからさらに半年後になったんだけど、その時はすごい嬉しくて買いました。で、買う時にもしオンドリだった場合、本当に手に負えなくなったらどうしようって考えて調べた結果、みんなが言うにはイースターエガーのオンドリは懐きにくくて凶暴になりやすいって書いてる人が多かったんですけど、ブログとか見てたんですけど、全然そんなことなくて世界一優しいオンドリになりました。大丈夫君。季節の変わり目に肺炎が悪化する人です。で、実はこの模様ちょっとなんか珍しいと思うんだけど、イースターエガーってこんな色にならないと思うんだけど、すごい綺麗な赤とこのグレーみたいな、もうグレーじゃないね。若い時はもっとアッシュグレーだったんだけど、だんだん赤茶色になってきた。めっちゃ色変わるね。で、こちら尻尾にかけてのこの赤い羽と尻尾がとっても綺麗です。昔の写真あったらこの辺にすごい綺麗な赤とグレーでした。何騒いでんの。で、実はそなたには昔後輩がいたんですけど、そなたと同じような形をしてこちらのジャックみたいな色をしてました。そんな後輩が昔はいたんだけど、なので同じイースターエガーでもやっぱり色が全然違って、その子は全然人に懐かなかったので、性格とか混ざってる種類によるみたいで全然違いました。イースターエガーのメンドリさんも全然性格が違うので、すぐに打ち解けてくれる子もいるけど、何年経っても意地悪ちゃんみたいにギャーギャー言って懐かない子も結構います。新しい遊び場を開けて2週間半ぐらい経ちました。こっちの古い方の遊び場は何も変えてないんだけど、なんかみんな心なしかぼんやりゆっくりしているように見えます。なんでだろう。そしてこういうランクが低いオンドリでも団子になったりすっ転げたり、何も心配せず転げ回ってます。いいね、平和だね。あちらの草ぼうぼうの新しい遊び場は相変わらず草がぼうぼうで、茂みの中に卵を産んでるので毎日エッグハントですで、こういう弱いオンドリたちがそろーっと出てきてはこっち側でご飯を食べようとするんだけど、向こうにもご飯を置いてるから、なんでわざわざこっちに来るのかちょっと分かんないんだけど、アヒルとかもあっちにプールを置いてもやっぱりこっち側に帰ってきて寝るし、なんかやっぱり慣れてる場所がいいのか何なのか知らないけど、向こうにあんまりとどまる子はいないっぽいです。こっち側はただの更地なのになんで帰ってくるんだろうね。ね、楽しそうだよ。何もないところつついて楽しそうにしてるよ。